静かな医局の中で、俺は一人ノートパソコンを操作していた。今入院しているのは、比較的落ち着いている患者さんばかり。当直じゃない俺まで呼び出されるってことはまずないだろうから、余裕を持って作業できる。俺の名前は五十嵐匠。35歳の医師だ。今は大学病院で第一外科の医院として働いている。ここで働く同世代に比べると、肩書き的には少し低いかもしれない。でも俺は3ヶ月ほど前に系列の病院から移動してきたばかりだから、どんな肩書きであれ関係ない。そんな俺がなぜこんな時間に病院にいるのかというと、すべては後藤准教授の一言のせいだ。今度の論文、見せてくれないかな。できれば紙で。最近パソコン仕事が多くて、疲れ目がひどいからさ。プリンターから次々に排出されていくコピー用紙。今回の学会は少し特殊で、症例発表などを壇上で行うのではなく、学会誌に掲載する形でやるらしい。おかげで発表用の画像データもスライド形式じゃなく、印刷しやすい様式にまとめたり、論文も同時に書いたりと、やることは多かった。だけど、会場での質疑応答がない方が、俺はありがたい。発表について意見や疑問をぶつけてもらえるのは、すごく大切で貴重な機会。それはわかってるんだけど、俺はそれが一番苦手なんだ。発表が終わったら、少しでも早く壇上から退散したくなる。照明に照らされるのは、俺じゃなくて、治すべき患者さんの体だけで十分だ。さてさて、後藤准教授からはどんな評価をいただけますかね。後藤准教授に目を通してもらえるのはありがたいけど、何も締め切り1週間前の今じゃなくてもいいのに。だいたい修正点なんて指摘されても今更。そんなことを考えていると、突然ドアが開けられた。なんだ五十嵐くん、まだいたのかね。山下准教授こそ、こんな時間までどうされたんですか？ああ、特別室の東郷様がな。最近深夜に眠剤が欲しいとおっしゃることが多いらしいから、今私が出向いてお渡ししてきたところだ。そうでしたか。お疲れ様です。部屋に現れたのは山下准教授。一応俺の直属の上司なのか？というのも、うちの医局には珍しいことに准教授が2人いる。詳しい事情は知らないが、教授の席は半年ほど空いたままらしい。近く、後藤准教授との教授選が行われるらしいけれど、俺はどうにもこの山下准教授が苦手だ。だって山下准教授は特別室に入院中のお金持ちや権力者ばかりを担当したがる人だから、他の患者さんのために深夜勤務しているところなんて見たことがなかった。五十嵐くんは何か作業していたのか？これは論文か？稼働し続けるプリンターに気がつき、山下准教授は用紙の束を読み始める。そういえば今度の学会は一風変わったものだと話題になっていたな。オンラインでもなく学会誌だけで発表するんだったか？そのためのものかね？はい。ここに来る以前から少しずつまとめていたものですが、いい機会なので参加させてもらおうかと。そうか。よし。じゃあこれは私が査読してあげよう。いえ、結構です。すかさず断った俺を驚いた顔で見る山下准教授。そりゃそうだ。准教授が直々に見てくれるっていうのに、断るなんて失礼な話だ。いえ、実はこれ、後藤准教授に言われて印刷しているんです。それに、学会側でも査読してもらえますから大丈夫です。後藤准教授？五十嵐くん、君は私のチームの一員だろう。後藤には私から言っておく。これは私が確認して。そうだ。なんなら、私のまとめたものを追加することもできる。そうだ、それがいい。もっといいものになる。すべてのデータを私宛てに送信しておきなさい。期限はいつだね？提出締め切りは1週間後です。ですが、これは私が。
締め切り間近なら、私の方で手直しして提出しておこう。送信先のアドレスも送っておきなさい。いいな、すぐにやるように。山下准教授はそう言って、印刷途中の論文を持ち去ってしまった。いや、その論文は、まあいいか。面倒だ。山下准教授は、こういうせっかちな人だ。人の話をしっかり聞かないっていうのは、ドクターとしてはいかがなものだろうか。そして、それからいつもと変わらない忙しい日々が過ぎ、論文提出締め切りの前日になった。山下准教授、あれから俺がいくら話しかけても、何かと言い訳をして逃げていた山下准教授。でも今日はさすがに確認しなければならなかった。なんだい、五十嵐くん。私は忙しいから。論文の件だけ確認したかったのですが。ああ、あれか。あれは間違いなく学会の方に送ったよ。ただな。そこで山下准教授は口ごもる。ただ、何ですか？忙しくて君には伝え忘れていたがね。これは昨日のうちに提出した。したんだが、実は読めば読むほど私が提出していた論文に酷似していたんだよ。言っていなかったが、私も今回参加していてね。私が2週間前に提出していたものとあまりにも似通っているから、あちらも困っていてね。症例もほとんど被っているし、今回は私のものだけ掲載になるかもしれないが、まあ同じ医局からのものだ。問題ない。症例も被っている？どういうことです？私が提出したものには、以前いた病院での症例もあったと思うんですが。いやいや、君がいたのはうちの系列病院だろ？こっちにデータが回されることもあるし、結局同じことだ。わかるだろ？何が言いたいのかさっぱりわからないが、まあいい。山下准教授は提出日を明言した。それさえわかれば、今は十分だ。まあ、わかりました。あとは学会側の判断もあるでしょうし、お手数おかけしました。ありがとうございます。そうだ。あちらが判断することなんだから、間違っても確認の連絡なんてするんじゃないぞ。何かあれば、上司である私の方に連絡が来るだろうからな。だいたい普段から君はやる気があるのかないのか。もう少し向上心というものを持ちたまえ。私が君くらいの頃にはすでに講師になっていて。突然の説教タイムが始まる。俺はそんなにやる気がないように見えるだろうか。やるべきことはしっかりやっているつもりなんだけど。医師の何たるかについてしばらく話し続けた山下准教授は満足そうに息をつき、俺の肩を叩いた。まあ、まだ若いんだ。君にはまたチャンスがあるさ。今回はダメでも次頑張るといい。笑顔の裏で何を考えているのか想像すると呆れてしまう。俺はやるべきことをまた一つ済ませるために、ある人のもとへ報告に向かった。それから数日経ったある日の午後、会議室では毎月恒例になっている教授会が開かれている。特別にその場に呼ばれたからな。忙しいが仕方ない。午前中から何度も同じことを繰り返してうるさかった山下准教授。教授が不在の我が第一外科からは、代理という形で准教授が参加することも多い。でも今日は通常の参加ではなく、大切な話があるから、と会議の途中から来るように言われているそうだ。山下准教授は教授選についてのことだろうと考えているらしい。学会に出した論文についても、今回の論文は自分でも納得のいく最高のものだから期待していてほしい、と病院長にアピールしていたらしいし。さあ、そろそろ約束の時間だ。みんなもそれぞれ励むように。では行ってくるよ。そう言って、医局を出ていく背中は、喜びに満ち溢れていた。それを見送ってから、俺もノートパソコンを手に立ち上がった。こっそりと、山下准教授の後ろについて歩き、
会議室までたどり着く。俺がドアを開けたとき、山下准教授はまだドアの前に立っていた。五十嵐くん、どうして君がここにいるんだね。実は私も呼ばれておりまして、失礼いたします。会議室の中には教授陣の顔が並んでいる。今日は教授たちに病院長、そして事務局長までもが座っていた。二人とも忙しいのにすまないね。今日はある学会のことについて尋ねたいのだが、提出した論文について学会側から問い合わせが来ていてね。ああ、なんでしょう。本格的に学術誌にも掲載した方がいいとか、そういった話でしょうか。病院長の言葉にすかさず答える山下准教授。しかし、病院長が続けた言葉は彼にとって意外なものだった。なんでも申し込んであった五十嵐くんの論文が間に合わないから、代わりに自分のものを掲載するようにと依頼したそうじゃないか。山下准教授。それはいや、違います。五十嵐くんの論文が私の論文と酷似していて、それで、これでは盗作疑惑が浮上すると思い、我が大学病院の名誉のためにですね。いや、五十嵐くんが盗作したのではないかと思い私は、黙りなさい。病院長の怒鳴り声に、准教授は震え上がる。後ろにいた俺も、少し体がビクッとなってしまった。五十嵐くん、では、例のものを見せてくれないか？はい、病院長。俺は持ってきたパソコンを操作し、会議室のスクリーンに発表内容のデータを映し出した。映像を映しながら簡単に説明をする。これじゃ学会で症例発表をしているようなものだ。かいつまんでのものだったけど、皆さんうなずきながら聞いてくれて好感触だった。これは俺がずっと取り組んでいる研究だ。設備の整っていない小さな病院でも海外でも少しでもいい医療を提供したくて研究しているもの。まだまだ完成形とは言えないけれど、医学はこうして一歩ずつ進んでいくものだ。これは締め切り1ヶ月前に提出済みの論文とデータです。山下准教授は自分の論文を締め切り2週間前に提出して、私のものは締め切り2日前に提出したとおっしゃいました。でも実際は締め切り2日前に私の論文を自分のものと偽って提出しようとした。そうですよね。そんな、違う。やめたまえ五十嵐くん。全く同じだと言うなら、これは私の論文で、君が盗んだものだろう。この画像データも私が。ではこの画像の少し珍しい症例ですが、こちらの患者の氏名を言ってみてください。患者情報保護のルールがある。言えるわけないだろう。山下准教授は、俺が映し出した一枚の画像を見て、わめき散らす。確かに、症例報告には、個人を特定できるものは載せていない。でも、これを作ったのが自分だというのなら、わかるはずだ。それに、この患者は、鈴木真一さん。今もうちに通院して、経過を見ていますね。かなりいい方向に向かっています。ざわつく会議室の隅から、のんびりとした声が聞こえた。声の主は、後藤准教授。俺のまとめたデータと論文を見たいと言ってくれた人だ。そうです。この患者は、鈴木真一さん。長期間入退院を繰り返していました。私が系列病院から移動して、すぐの頃担当し、山下准教授に症例を報告して、助言を仰ぎました。ですが、大銀行の頭取のお母様が入院しているから忙しい、とかで断られてしまって、その時はありがたいことに、後藤准教授にアドバイスをいただき、適切な治療法にたどり着くことができました。俺の言葉に、山下准教授は顔面蒼白。やるべき仕事を放棄して、明らかに軽症の金持ち相手に時間を割いていたこと。それが今まで問題にならなかった方がおかしいんだ。この機会に反省してもらいたい。その症例は確かに五十嵐くんのものから借りた。それに、2週間前に出したというのは嘘で、
実は2日前に自分の論文を、私の方が先に提出していますよね。いや、やっぱり盗んだんだ。私の論文を君が。言い逃れするのはもうやめてください。だいたい、学会参加の申し込みもしていなかったことは分かってるんです。だから私だけじゃなく、病院長のところにまで問い合わせが来たんじゃないですか。山下准教授は、その場にへたり込み、床に拳を打ちつけた。何度も何度も。もう提出してたなら、なぜあの時言わなかった。最後まで話を聞かず、逃げるように言ってしまったのは山下准教授じゃないですか。翌日も、その翌日も、医局にすらいらっしゃらないし、様子がおかしかったので、すぐ事務局にお願いしましたよ。もしまた提出の手続きがあったら、連絡くださいとね。まさか私の論文をそのまま提出しようとしている、なんて聞くとは思いませんでしたけど。しかし、じゃあなぜ後藤に見せようとしていたんだ。提出済みなら修正もできないだろう。修正してもらおうだなんて思っていません。提出したと話したら見せてほしいと言われて印刷していただけです。まだ納得いかない様子の山下准教授だったけど、納得いかないのはこっちだ。もしかしたら本当にいいアドバイスをくれるかもなんて、少しでも期待した自分がバカみたいじゃないか。くそ論文なんて、あんなもの俺は好きじゃないんだ。だいたい、学会のあり方もおかしい。学会で症例発表するよりも、学術誌に論文を掲載された方が評価されるなんて、あんなもの、研究室にこもっている人間にだって書けるんだ。私は病気と直接向き合いたいんだ。論文なんて地味なものを書くんじゃなく、自分の手で病気を治したいんだ。そのために、有力者とのコネクションを作って、選挙戦に勝って、教授に、そして病院長になって、私は、だからチャンスだと。錯乱したように山下准教授は喋り続けた。この人にもきっと思うところがあるんだろう。でも、やっぱり俺はこの人が苦手だ。山下准教授、何があろうと君のしたことは許されることではない。違います、病院長。あれは私がまとめたデータです。私の論文です。私は。まだ言うのか。少し頭を冷やしてから話をしよう。落ち着いたら私の部屋に来なさい。床に座り込んでブツブツと続ける山下准教授を置いて、病院長は退席した。事務局長や他の教授陣も席を立ち、残されたのは俺と山下准教授、そして後藤准教授。後藤准教授は見たことがないような悲しい表情を浮かべていた。それから半月ほどの時が流れた。俺はお気に入りの場所の一つ、めったに人の来ない屋上の片隅で菓子パンをかじっている。最近忙しかったから、たとえ菓子パンでもゆっくり食べられるのがありがたい。ベンチに寝転がると変な形の雲が見えた。鳥みたいな、天使みたいな、とにかく羽っぽいものがあるように見える。国境なき医師団に参加したとき、あの国で見た雲に少し似ていた。日本は平和だ。戦争で血を流す人はいないし、村中の人が飢えているなんてこともない。医師団に参加する前に少しでも力をつけたくて、留学したり、国際医師免許を取ったりしたけど、それでも救えない人たちがいた。あの場所を経験して、俺はなおさら自分の力不足を痛感した。約5ヶ月の任期を終えて日本に戻ってきた俺は、そのまま医師不足の離島や僻地を回らせてもらうことにした。もっと力をつけて、どこに行っても役に立てるように。でも、やっぱり大きい病院でなくちゃ学べないことがあると思って、ここに帰ってきた。たくみ、おはよう。うわ、こんなとこで寝てちゃダメだよ。寝てませんよ。ちょっと考え事をしてただけで。後藤教授も昼ご飯ですか？あはは、二人の時は、高文おじたんって呼んでくれていいのに。呼びませんよ。
いくつの時の話ですか？後藤教授が起き上がった俺の隣に座る。そう。実は彼は母の兄で、俺の叔父にあたる人だ。面倒だから職場では関係を隠しているけど、やはり何かと世話を焼いてくれる。山下くんの処分が決まったよ。そうですか。あの後、あれはすべて勘違いだった。で、押し通そうとした山下准教授。散々言い訳した挙句、あの論文は俺との共同名義で提出するべきだなんて言い出して、その場にいた皆さんから相当怒られたらしい。とことん往生際が悪い人だ。学会の事務局には、こちらの手違いと伝達ミスがあったせいで申し訳なかった。と、俺からも謝罪して穏便に済ませてもらった。病院の名誉とかは考えていなかったから、俺も大人として恥ずかしい。高文おじさん、後藤教授にも、なぜすぐに報告しないのかと怒られた。後藤教授には、あの後印刷し直したものを渡したんだけど、こんな面倒なことになるとは思わず、何も言わずにいたんだ。山下元准教授は、なかなかに厳しい処分を受けることになりそうだ。准教授からはもちろん降格。系列病院としてリモート診察などの協力をしていた過疎地域の小さな診療所に飛ばされた。医師が居つかず、出張医が時々訪れるだけという場所。あの時、論文が苦手だとか言っていた山下先生だけど、手術の腕は確かだし、後藤教授の話では内科的診療にも長けているらしい。まあ、彼の頑張り次第ではいい方向に向かうだろう。頑張ってほしいものだね。うん、本当に。今度は病気だけではなく患者と向き合って一緒に戦っていってほしい。医師と患者は病気を倒す仲間だと俺は思う。それにしても教授選で勝つために論文が必要だったとか、そのために人のものを奪うとか、そんなことのために必死になってこんなことになるなんて、なんかね。それに、准教授になれたのも、講師時代に医大生の論文を盗んでたからだとか、噂になってるよ。ああ、その件は、もう追及しないことになったよ。え？だって、山下先生の過去の論文と照らし合わせればわかるでしょ？学生の提出したデータだって残っているはずだし、データ自体は残っていたし、調べたらそうなんだけど、今回のように丸写しされたものはないってことでね。ああ、結局、遡ってまで不正を見つけて、大きな騒ぎにするのは避けたいってことか。やだな。大学病院の闇って感じで。評価とか出世とか、本当に些細なことでさ。些細なことか。まあ、匠からすると、そう思えるのかもしれないね。でも山下くんにとっては、重要なことだったんだよ。現場でいくら頑張っても、素晴らしい論文を書いた人間の方が評価される。そんなことを何度も経験して、悔しかったんだろうね。悔しいからって、力を持つことでしか変えられないものもある。山下くんも、きっと何かを変えたかったんだと思うよ。いつもニコニコしている後藤教授が、珍しく真面目な顔でそう言った。じゃあ、教授に任命されて力を持った高文おじさんは何を変えるんですかね？そうだな。とりあえず、パソコン用のメガネを変えようかな。今のは合わなくなったのか、疲れるから。なんかもっとかっこいいこと言ってほしかった。教授になりたかったわけじゃないし、俺はのんきにやらせてもらうよ。笑いながら、俺たちは立ち上がった。この人はそんなことを言いながらも、やるときはやる人だって知ってる。山下先生がクビにならずに済むように、必死でかばっていたことも、病院長から聞いていた。中に戻る前に、軽く伸びをして深呼吸する。どこにいても、どんな人にでも、医療が平等に届くといい。田舎のお年寄りも、海外の子供も、一人でもたくさんの人が救われる世界になればいい。
空がつながっているように、流れる雲がどこまでも行けるように、国境も隔たりもなくなってしまえばいいのに。俺はそんなことを考えながら、医局に向かう後藤教授の背中を追いかけた。